皆様こんにちは、ゼリナです。今回はディオールスプリングコレクション2025よりディオールショーサンククルールの数量限定色623ピーチマニアと812グローマニアを使ったそれぞれのパレットの特徴を生かしつつパーソナルカラーを使いこなして似合わせるメイクパターンをご紹介していきます。こちらのチャンネルではメイクアップアーティストとメイク講師、そしてラピス認定16タイプパーソナルカラーコスメアドバイザーとアナリストの資格を持つ私がパーソナルカラーを交えた新作デパコスのレビューや似合うアイテムの幅をさらに広げるパーソナルカラーを使いこなすメイク提案をしていきます。前回の動画ではそれぞれのパレット1色ずつの単色塗りと全色を使ったメイクルックをご紹介しましたが、他にもいろいろなメイクパターンを知りたいという方にはもちろん、より自分にこのパレットを似合わせやすくなるような自分の持っている特徴に似合いやすいメイクパターンを知りたいという方にも少しでも参考になれば嬉しいです。パレット1色ずつの単色塗りやこちらのコレクションで発売されているハイライトやリップについては以前の動画でご紹介しておりますので、気になった方はぜひチャンネル登録して他の動画もチェックしていただけたら嬉しいです。それでは早速始めていきます。まずは623のピーチマニアです。こちらのパレットは明るくクリアで華やかなカラーが揃っているところと、パレットを見たままの色が楽しめる発色の良さが特徴です。以前の動画ではこのパレットの発色の良さや華やかさを前面に出したメイクをご紹介しました。そこで1つ目のメイクではこのパレットを使って儚げで淡いニュアンスのメイクをご紹介していきたいと思います。カラーの鮮やかさを調整したい時や柔らかい雰囲気に見せたい時におすすめなので、ぜひお試ししてみてください。まず中央のカラーを指に取って上まぶたのアイホール全体にのせていきます。まずはこちらの微細なラメカラーをのせてベースを整えていきます。続いて左上のカラーを指に取って上まぶたのアイホール全体にのせていきます。こちらは単色塗りをすると明るいながらもしっかり発色を楽しめるタイプなので、ベースにラメカラーを仕込んでおくことで発色を抑えて明るく柔らかいニュアンスに整えていきます。続いて右下のカラーを付属のチップに取って下まぶたのまつげの際にのせていきます。全体的に発色がしっかりしているこのパレットの中でも一番高発色な締め色の役割も果たしてくれるカラーです。上まぶたは淡いニュアンスにするので、下まぶたのまつげの際にこのカラーを忍ばせておいて、自然に目元を引き締めておきます。最後に右上のカラーを指に取って、上まぶた全体にかけていきます。淡いブルーのラメはハイライト使いをするのも可愛いですが、グラデーションの最後にかけるとニュアンスチェンジカラーとしても使えます。はい、1つ目のメイクはこんな感じで完成しました。全体的に明るく鮮やかなカラーが多くセットされているパレットですが、右上のブルーのカラーを組み合わせることで、このくらい柔らかく透明感抜群のニュアンスにチェンジすることもできます。ベースにクリアなラメカラーものせておけば発色もさらに調整しやすくなるので、鮮やかなカラーから淡いニュアンスまでいろいろ楽しめるパレットだなと思います。パーソナルカラーに分けると、淡く明るいカラーや重みが得意なブルベ夏、ライトサマータイプの方やライトスプリングタイプの方が透明感を引き出したい時のメイクとしてもおすすめです。リップはアディクトリップグローの限定色078の IC ブルーを組み合わせてみました。引きで見るとこんな感じです。続いて2つ目はこのパレットを使って深みのある落ち着いた印象のメイクをご紹介していきます。春らしさを残しつつ大人っぽい雰囲気を楽しみたい時におすすめなので、ぜひお試ししてみてください。まず右上のカラーを指に取って上まぶたのアイホール全体にのせていきます。肌なじみがいい粉質なのとラメやツヤが主張しすぎないので、ベースのカラーとしても使いやすいです。続いて右下のカラーを指に取って
上まぶたの目を開けた時にカラーが見える位置まで重ねていきます。くすみニュアンスのカラーをしっかり塗って落ち着いた大人っぽいイメージに仕上げていきます。ベースにブルーを塗っていることで、このカラーの中に入っている赤みと合わさってパープルのような大人っぽいカラーに変化してくれます。続いて左下のカラーを付属のチップに取って下まぶた全体にのせていきます。上まぶたは深みを出していったので、下まぶたは鮮やかですが明るさを感じるカラーを使ってバランスをとっていきます。最後に中央のカラーを指に取って上まぶたの黒目の中心部分にのせていきます。はい、2パターン目のメイクはこんな感じで完成しました。右上と右下のカラーを組み合わせることで髪のニュアンスに程よくブルーが混ざってこのパレットの鮮やかな印象は残しつつもどこか落ち着いた大人っぽい雰囲気に仕上がったと思います。春らしいカラーは楽しみたいけれど程よく落ち着き感も欲しいという時にとてもおすすめです。パーソナルカラーに分けると濃さや鮮やかさが得意なイエベ秋のストロングオータムやブルベ冬のビビッドウィンタータイプが大人っぽい印象に仕上げたい時におすすめなメイクです。リップはマキシマイザーの限定色204のヌードマニアを組み合わせてみました。引きで見るとこんな感じです。続いては81のピンクマニアです。こちらのパレットは全体的に繊細なパールやラメで上品なツヤを楽しめるところや儚げな柔らかいカラーでまとまっているところが特徴です。前回の動画ではこのパレットの青みカラーをメインにしたツヤやラメを前面に出したメイクをご紹介しました。そこで1つ目のメイクではこちらのパレットのミントグリーンの透明感をメインにしたメイクをご紹介していきます。ピンクやラベンダー以外のカラーをメインにしたメイクを楽しみたいという時におすすめなので、ぜひお試ししてみてください。まず右上のカラーを指に取って上まぶたのアイホール全体にのせていきます。このミントグリーンが少し難しそうと感じられる方もいらっしゃると思いますが、パールのツヤがしっかり効いているのと中に微細なゴールドラメが入っているので意外と春から浮かずに透明感をしっかり引き出しながら肌にも馴染んでくれるところがポイントになっているカラーです。続いて左下のカラーを指に取って上まぶたの目尻3分の1にのせていきます。ツヤツヤな質感とパステルカラーでグラデーションを作ると一気に春らしい目元になってくれます。このラベンダーもくすみが効いているので意外と影色としての役割も果たしてくれます。続いて右下のカラーを付属のチップに取って下まぶたのまつげの際にのせていきます。上まぶたは柔らかいニュアンスの2色で揃えたので下まぶたはしっかり発色して鮮やかなカラーをのせていきます。こちらはクリアなピンク系なので目元に華やかさを出しつつ明るさも保ってくれます。最後に中央のカラーを指に取って上まぶたの黒目の中心にのせていきます。さらに大粒のラメを足して華やかにしていきます。はい、1つ目のメイクはこんな感じで完成しました。ミントグリーンの透明感をたっぷり感じられるようなメイクに仕上げてみました。目尻にはライラックカラーを組み合わせていますが、どちらもパールのツヤがしっかり効いているのと、ライラックには程よい深みがあるので、この2色を組み合わせても喧嘩せずに春らしいパステルトーンに整ってくれます。ラベンダーやピンクで作る春メイクとはまた一味違った春カラーを楽しみたい時にとてもおすすめです。こちらのメイクはイエローベース、ブルーベース、どちらのニュアンスも持つカラーを組み合わせているので、イエローベース、ブルーベース問わず、淡いカラーや明るいカラーが得意な方におすすめです。イエベ春の中のライトスプリング、ブライトスプリング、ブルベ夏の中の
ライトサマー、ブライトサマータイプの方に特に使いやすいんじゃないかなと思います。リップはアディクトリップグローの限定色076のタンジェリンをベースに、マキシマイザーの限定色084のブルーマニアを重ねています。引きで見るとこんな感じです。続いて2つ目のメイクでは、このパレットを使って柔らかさの中にメリハリのあるメイクをご紹介していきます。大人っぽいピンクメイクに仕上げたい時におすすめなので、ぜひお試ししてみてください。まず右下のカラーを指に取って、ワンマブタのアイホール全体にのせていきます。このパレットの中で一番発色がしっかりしているカラーをまずはベースに塗っていきます。クリアなレッドピンクカラーがとても可愛いです。続いて中央のカラーを指に取って、ワンマブタのアイホール全体にさらに重ねていきます。高発色なクリアピンクの上にこの華やかなラメを重ねて立体感を演出していきます。最後に左上と右上のカラーを付属のチップで合わせて下まぶた全体にのせていきます。かなり明るいベビーピンクにこちらのミントグリーンを組み合わせると淡い透明感カラーになって、下まぶたに塗っても浮かずに自然に明るさを出してくれます。はい、2パターン目のメイクはこんな感じで完成しました。右下のクリアで高発色なピンクカラーをしっかりベースに使って、春らしい柔らかいピンクメイクの中にメリハリ感と大人っぽさを演出してみました。下まぶたにはベビーピンクとミントグリーンを組み合わせることで自然に透明感をプラスしています。上に重ねた中央のラメカラーはラメが大粒すぎなくてとても上品なので、全体にのせても派手になりすぎず自然なツヤ感をプラスしてくれます。パーソナルカラーに分けると青みとクリアなカラーが得意なブルベ冬の中のクリアウィンタータイプの方に特におすすめです。リップはマキシマイザーの限定色082のグローマニアを組み合わせました。引きで見るとこんな感じです。はい、ではこんな感じでディオールの春限定アイシャドウを使ったメイクパターンをご紹介していきました。どちらのパレットも春らしいカラフルなアイテムなので少し使うのが難しそうと感じられる方も多いと思いますが、一つのパレットにいろいろな質感やニュアンスのカラーが入っているので、組み合わせ方次第でいろいろなメイクを楽しむことができます。とても可愛いパレットなので気になった方はぜひお早めにチェックしてみてください。メイクについてのご質問やこんな動画が見たいなどございましたら、お気軽にコメントやチャンネル登録していただけると嬉しいです。それでは最後までありがとうございました。